本当は12月初めに出す予定だった動画ですが、少し遅くなってしまいました。これは11月から12月にかけての冬の暮らしの記録です。いつもは夏に薪を買うのですが、今年は少しギリギリになってしまいました。このエリアでは薪は1立方メートル単位で、大抵50センチか30センチにカットされて販売されています。値段は木の種類やサイズで違い、販売者によっては倍近く差が出ることもあります。さらに届いた薪が十分に乾燥していなかったり、品質が思ったほどでないこともあります。こうしたことから信頼できる購入先を見つけるのはなかなか難しいです。今回初めて利用したお店は、配達は最低3立方メートルからとのこと。木の種類は奈良と栗の2種類があり、今回は栗を選びました。そしてこの薪、実はこの冬の失敗の一つです。これはまた後ほどお話ししますね。最近、新しいバードフィーダーを購入しました。もともとは鳥かごなのですが、柵の部分を少し広げています。なぜだと思いますか？この作戦は実は大成功で、想像していた通りに鳥たちが使ってくれました。なんか難しいな。It's not help. Oh, you can't do that? No, it's too big a bag.こちらは12月の終わりに購入して設置したばかりなので、今のところまだ訪問者はいません。早く慣れて使ってくれるといいなと思っています。次は今年の6月に植えた生姜を掘り起こしてみたいと思います。スーパーで買った生姜から芽が出てきたので、それを土に植えてみました。おそらく真ん中にあるものがもともと植えた生姜で、その周りにポツポツとあるのが今回新しくできたものだと思います。なかなか難しいですね。そういえば春に種をまいた枝豆も
ほとんど育たずに枯れてしまいました。さて、動画の冒頭でお話しした薪の失敗の話です。今回の問題はこの栗の薪にありました。薪は木の種類によって熱量が違います。奈良は最も熱量が高いのに対し、栗は一番低いランクです。そのため薪をくべてもなかなか暖かく感じません。さらに栗の薪はパチパチと弾けるので、オープンファイヤーで使う場合は注意が必要です。奈良との値段差は1立方メートルあたり12ユーロ。割高に感じましたが、実際の熱量を考えると、やはり奈良にすべきだったなぁと思います。それに、こうしたお店では選べる木がほとんど奈良か栗の2種類だけなのも不思議に感じます。今年の夏に始めたアンティークルームの DIY。ベースがついに完成しました。今回はその後半の様子をお届けします。天井の角の飾り枠は、この家に引っ越してきた時に木製のものを取り付けました。今回はこれを発泡スチロール製の太いものに変更することにしました。存在感のあるデザインでアンティークルームの雰囲気にもよく合います。また、この後取り付ける照明の配線を隠してくれるという点も変更した理由の一つです。次はこのトワルドジュイの壁紙を貼ります。これを使いたくてこの部屋を作ることにしたと言ってもいいくらい、この部屋のポイントアイテムです。ただ実は量が限られていて、これだけしかありません。失敗が許されないかなりギリギリのラインです。事前に長さを測り、図柄を合わせながら慎重に進めます。紙の端にはレ・セゾンという四季を意味するデザイン名、そしてその横にはフランスの画家の名前が印字されています。これを入手した経緯は、私のアンティークとブロカント巡りのチャンネルのツアー33で紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
ちらは天井の照明の周りに取り付ける装飾でシーリングメダイオンというものです。発泡スチロール製なので比較的簡単に取り付けることができます。照明はルイ15世様式のサスペンションで、素材はブロンズもしくはブラスだと思います。もともとは電球のソケット部分も金属製のものが取り付けられていましたが、安全面を考えて今回はプラスチック製のものに交換しました。この家は配線が古いため安全面に注意して取り付けました。ということでひとまず完成しました。まだ家具などは何もありませんが、デスクを置いたりお気に入りのものを飾ったり動画を撮影する部屋にしたりと、いろいろな使い方を想像しています。この部屋がこれから少しずつ暮らしの中に馴染んでいくのをのんびり楽しんでいこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。